ピンポンパンポン。どうもこんにちは、かなてめるです。ここではほぼゼロ本編で語られないような細かい仕様の紹介や、マイクラで RPG サーバーを作っていくために必要なプラグインの使い方を解説したりなど、本編とは少し違うゆるっとした雰囲気でお送りします。今回は第1回目ということで、当分の目標を決めていきたいと思います。解説するにあたってどんな感じで進めていくか悩んだのですが、過去に作ったものを目標に少しずつ解説していくことにしました。まずはこれをご覧ください。このボスは炎を自在に操り、多彩な攻撃を仕掛けてくる魔人です。火を吹いたり火柱を呼び寄せることができます。他にも床に炎のダメージエリアを生成してきます。これは大技の大噴火です。広範囲に炎の雨を降らせて大ダメージを与えるっていう派手な技ですね。あとは周囲一帯を包み込み爆発させるフレアボム。付近のプレイヤーを吸い込んでから大爆発を起こすフレアプリズンなどがあります。果たして2人はこのボスに勝つことができるのでしょうか。はい、これは僕と建築担当のさきさんがほぼゼロ RPG を投稿する前にテスト段階として開発していたボス、極縁の魔人です。なかなかに中二っぽい名前のボスですね。このボスに至るまでの道のりは動画では省略していましたが、複数のクエストをこなしたり、ダンジョンを攻略したり、アイテムを集めて装備を手に入れたりなど、紆余曲折があって最後にボスを倒してクエストクリアとなっています。今回この王立技術研究所では、ゲームスタートからボスを討伐してクエストをクリアするまでの一連の流れを解説しながら作っていこうと思います。この動画シリーズを全て見れば、少なくともこのボスくらいの戦闘やボスに至るまでのクエストの作成方法、ダンジョンの作り方、プレイヤーのクラスやスキル、装備アイテムやポーションなどの回復アイテム、その他必要なものを作れるようになっているはずです。最初にプレイ環境についてお話しします。バージョンはマインクラフト 1.17.1、ペーパー MC というサーバーの種類で、プラグインを使って RPG サーバーを作っています。使っているプラグインなどは解説するときにお話ししますが、プレミアム版があるものに関しては基本的に有料のプレミアム版を使っていることが多いです。同様の環境でないとエラーが出てしまったり、ちゃんと動かない可能性もあります。なのでこの動画の知識のみで同じものが完璧に作れるということは保証できませんので、あらかじめご了承ください。お待たせしました。それでは本編に入っていきましょう。記念すべき第1回に解説するのはモンスターについてです。本編のパート2でも少し解説をしましたが、この動画ではさらに深掘りして解説していこうと思います。使っているプラグインはミシックモブズです。このプラグインでオリジナルのモンスターを作ることができます。インストールすると mobs というフォルダが生成されます。ここに設定ファイルを入れることでオリジナルのモンスターを作れます。これは本編の動画で作ったスライムです。一つずつ項目を解説していきます。HP やダメージなどはそのままの意味なので省略します。AI ゴールセレクターズや AI ターゲットセレクターズですが、これはモンスターの行動や狙う敵を設定することができます。複数の行動や目標を設定することができますが、左に書いてある数字が小さい方が優先順位が高くなります。この場合だとプレイヤーを見つけたら近接攻撃をしてきて、プレイヤーを見つけていない状態だと付近を歩いて標的を探すようになります。オプションズは様々な設定をすることができますが、ムーブメントスピード、フォローレンジ、ノーダメージジックス。このあたりは設定しておいた方が良さそうです。ムーブメントスピードは移動速度の設定ですね。一般的なモブは 0.2 が設定されているようです。フォローレンジは敵がプレイヤーを見つけて追いかけてくる距離です。この数値が高いと敵と距離を離していてもずっと追いかけてくるようになります。ノーダメージティックスは敵にダメージを与えた後、次のダメージを受けるようになるまでの時間です。この数値が高いほど連続でダメージを与えられなくなります。20にしておくと1秒に1回しかダメージを受けなくなりますね。
連続攻撃のスキルなどを用意するのであれば、これは小さい値にしておいた方がいいと思います。その他の詳しいオプションについては公式のウィキを参照してみてください。さて、ここまでを設定したら試しに戦ってみましょう。これでプレイヤーを見つけたら近づいて攻撃してくるスライムが実装できました。でもこれだけでは味気ないですね。今度は暴れ牛というモンスターを作ってみました。本編でも話しましたが、牛などの本来攻撃してこない生物を使う場合はディスガイズという項目を使ってください。詳しくはほぼゼロ RPG 本編のパート2を見てくださいね。このモンスターにはスキルを持たせてみます。一定時間ごとにスキルを使用してくるように設定しています。スキルの内容は前方に突進してダメージを与えるという簡単なものです。通常攻撃より高いダメージを与えるので、プレイヤーは注意が必要ですね。では設定画面を見ていきましょう。先ほどと違う点はこのスキルズという項目です。S イコールの後にスキル名を入力し、@selfオンタイマー300こう入力することで、このスキル名のスキルを300ティック、つまり15秒ごとに1回使用することになります。スキルはミシックモブズ内のスキルというフォルダに設定ファイルを作成して定義します。今回はランジ A というスキル名でスキルを作成しています。スキルの細かい解説はまた別の動画で行いたいと思います。ではこれで試しに戦ってみましょう。暴れ牛が突進してきましたね。これで完成です。このように敵専用のスキルを持たせて、いろんな条件をつけてスキルを使わせることで多彩な攻撃をしてくるモンスターを作ることができます。いかがだったでしょうか。これで基本的なモンスターを制作することができるようになりました。今回の動画はここまでとなります。次回は敵が使うスキルについてもう少し細かく解説していこうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。